はい。じゃあ、最後のパートになります。なんか、語っていただけることは語っていただいたって感じなので、な、それがどうしようという。じゃあ、実際になんか、この教えてもらったこと作ってアウトプット作ったっていう人に、このプレビューをそのはい。まま書き出す方法をもうちょっと具体的に教えてもらえると嬉しいです。はい、わかりました。えっ、と、まあ、もし静止画を作っているのであれば、一番早い書き出し方法は、うん。もはや、これをもう全部送って、もうスクショ取っちゃうのが一番早いんですけど、これ確かに。は多分、そういうことではないと思うんで、なんか、解像度とかフォはい。ーマットして書き出したい。そうですね。ちなみに、僕はもうスクショでいつも共有してますね。で、まあ、それはいいとして、大体、まあ、なんか本当にそのレンダリングの質感として、このエッジの部分のアンチエイリアスとか、そういうものをきれいにしたいんであれば、そもそもこれから説明する方法は取るべきではないんですけども、はい。一旦説明すると、普通にカメラを作ってやります。で、今うん。カメラを普通に作ったとしても、そうですね。カメラをこう作ってやります。で、カメラで、ブロックカメラしてやって、いい感じのこう構想をこういうふうに探ってあうん。げます。で、今そのフロント、ビューをフロントにした状態でカメラを作ったんで、自動的にカメラもフロンタルビューになってくれてるんですけども、もしそうなってない方は、一旦こっち側で、セットビューをフロントにしてやってからカメラを作ってやると早いかなと思います。で、こういう感じで、まあ、適当に画像、いい感じの場所にカメラをこう配置してやった状態で、ロップスの中で、OpenGL ロップを作ってあります。で、あとはもう本当に普通のフーディニの書き出し方法と一緒でして、カメラを先ほど作ってやったカメラに設定してやって、で、シーンパスを、見せたい部分、この場合で言うとエグザンプルですね。エグザンプル以下に設定してやった状態で、ディスプレイオプションでアンチエイリアスをちょっと高めにしてやると若干砂利が目立たなくなるかなと思います。で、シェーディングモード、一応これは、まあ、何でもいいんですけど、これ以外設定するところはないんですけど、もしスピード上げたいなとしたら、このシャドウとかトランスペアレンシーとかディスプレイスメント全部いらないんで、オフってあります。で、この状態でレンダーをしてやると、エムプレイが立ち上がる、イメージビューアーが立ち上がって、あれこれダおメですね。おおおっと、これはどういうことだ？寄ってる。寄ってますね。すみません。これそもそも、そう、違いますね。ですね。うん。このカメラですね、設定してやらなくちゃいけないのは。ちょっと待ってください。10で。で、カメラをこう、Z 軸に置いてあった状態で、ビューをプロジェクション放送グラフィックスにしてやらないと、多分、平面的には出てくれないですね。で、うん。こうした状態でもう一回、ロップのレンダーをしてやると、ああ、出た。感じで見えてくれます。で、これめっちゃ早いです。ただのビューポート書き出してるだけなんで、うん。マントラとかでも一応やる方法はあるんですけど、なんか変なノイズ乗ったりとかするんで、どういうわけか。ええ。なんで、個人的には、結構その 3DCG のツールを、その平面的なモーショングラフィックスの素材書き出しに使っている方って、シネマ 4D ユーザーだと多いと思うんですけどうも、ん。大体そのシネマ 4D ユーザーはライティングをオフにした状態で、書き出してると思うんですけど、それのフーに当たる操作がこれです。なるほど。その、OpenGL でコンスタントマテリアルを適用してやって、OpenGL ノードで書き出してやるっていう。で、ここを、にアウうん。トプットイメージを IP になってると、イメージビューアーに出てきてしまうので、適当な同じディレクトリのレンダーフォルダの中の、アウトっていうふうにこう連番で指定してやって、で、レンダーフレームレンジとかを、適当に設定してやって、こう書き出しをしてやると、もうバンバン書き出しで進んでいくんで、楽です。本当だ、早い。はい。こういう感じで、えっ、と、あ
サンプルのドロップボックスのリンクの中に書き出してるかもしれないですね。あ、じゃあ上がります上がっちゃってる。で、ちなみになんですけど、一個注意点があったのを言い忘れました。はい普通に書き出してしまうとガンマが変わってしまうんですよね。ガンマが変わる。僕もよく分かってないんですけど、色黒くなっちゃうらしいんですよ。確かになんかちょっと。はい。なんで、僕、いまいちガンマのことよく分かってないんですけど、2.2 にしたら、なんか偶然治りました。どうやって見つけたんですか、2.2。多分、ガンマが変わったんだろうなと思って。で、ガンマが変わるとしたら、1.0 から 2.2 とか、2.0、2.2 から 1.0 しかねえなと思って、適当に数値試したら、これが、綺麗なたんで、はい。これでビューポートのページと全く一緒になると思います。こういう感じです。ありがとうございます。はい。なんか、内容でややこしいですね。そうですね。これもっと賢い方法あったら教えてほしいです。教えてください。はい。で、アプレンティスだとロゴ入っちゃうんで、やっぱりスクショするのが一番だと思います。確かに。はい。そうです。スクショしたら、マーク入んないんで。そうですね。ちょっとかっこよくなる。はい。はい。そういう感じでした。そんな感じで書き出してみてください。マジで分かんなかったらスクショでもいいんですっていうことが分かりました。はい。で、質問タイムに入ってもいいでしょうか。4つほど来てるので、TDSW からのも含めて4つほど来てるので、ちょっと順番にお聞きします。今回の制作に関係ないこともちょっとあります。まず、チャットから、ミキオさんから、とにかくグラフィックが良くて超絶大ファンです。映像制作を始めたきっかけを教えてください。高校の部活で放送部っていうのに入ってて、それがきっかけです。放送部？はい。技術的な話の方がいいんじゃないですかね、これ。いや、面白いですよ。なんで初めてここにたどり着いてるんだろうっていうのは、めっちゃ結構気になる。なんででしょう。放送部で何やってたの？普通にドキュメンタリーとか撮ってて、ただ、それがどういう流れか、モーショングラフィックスに興味持ち始めて、で、今に至るっていう感じです。なるほど。全然僕のバックグラウンドは特に何も面白みはないので、ポートフォリオの下の方を見てもらうと、過去の恥ずかしい作品が見つかるので、見てやってください。そのことで、ポートフォリオ、いや、高校の放送部から始めたっていうのは非常に個人的に面白かったです。はい、次いきます。すみません。グラフィック作るときに気にすることって、まだまだたくさん掘り続けられるなってことが思わされました。ありがとうございました。質問です。動かし方で心がけてることってありますか？大体モーショングラフィックスとか CG、ジェネラティブアートやると、なんていうんですかね、キュインとしたエイジングが気持ちよくなって過剰になっちゃうっていう、傾向が、はい、バシ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 とか、キュイン、トヨンみたいな、なんていうんですかね、トランスフォーム、フィアとかで何でもいいんですけど、ちょっとください。なんかこういうスフェアがあったときに、ちょっと待ってくださいね。大体きついイズアウトしがちっていう手癖があると思うんですけど、見返りやすい。10とかにしてやって、大体なんかここまではいかないですけど、極端にやると。こんなことになりがちですよね、なんか。なんでもいいか。キュイーンみたいな。で、なんか結構、モーショングラフィックスに限らず、何でもそうだと思うんですけど、なんか、声優ファンが思う上手い声優の演技みたいな感じになってくるんですよ、だんだん。気持ちいい動かしとか、なんかリッチな質感の出し方っていうのがだんだんその作法の中で濃縮還元されすぎて、一般の人からするともうトゥーマッチになっちゃう
っていうおーのってしばしば起こりがちだと思うんで、うんだからあんまりその動かし方に関して、そのモーショングラフィッカーが共通認識として抱えている気持ちよさを追求しすぎないっていうのは個人的になんか心が。確かに。ずっとそういうのを見てると、なんかそれがかっこよさ、気持ちよさの正しさになってくるけど、普通に一般的に見たとき違うってことが往々にしてあると。ないですか？いや、あると思う。めっちゃあると思う。なんか、作った映像とか、全然映像作ったことない友達に見せたとき、目痛いって言われたことあります。ああるあるっていうか、そういう意外とみんな棒演技を求めてるっていう。使い分けですよね。なんか今日みたいな感じ、すごいこう、マニュアルっぽく作ったやつだと、もしかしたらこう優しいモーションの方が相性良かったりとか、なんか、掛け合わせでありますよね、多分。昔っていうか、たった2年半前なんですけど、映画祭のオープニングみたいなのを作りまして、で、それもフーディーニで作ってるんですよね。で、音声多分流れないと思うんで、ムービーだけでいいんですけど、あ、はい。こういう感じで、かわいい。そのフーディーニの中で、フレームバイフレームでシェイプをこう書いていって、で、それをフーディーニでこう、キュインとこう風船状に膨らませて、こういうふうにアニメーションさせてるんですけども、これフーディングなんですね。その形を描いたのは、厳密に言うと僕の自作お絵描きツールなんですけど、それを全部フーディーニにインポートして、フーディーニ上でこういう風な感じで動かし、3D に配置して動かしをしたりしてるんですけども、やっぱその、なんていうんですかね、こういうキーフレームエディターベースでやっちゃうと、そのさっき言った通り、イージングに凝りすぎちゃうんですよね、なんか、こう、出てこない。こういう風な、イージングいくらでも凝れちゃうんで、よーし、こういう風にやっちゃうぞ、みたいな感じで、こう、チュイーンって、チュイーンってやって、こう、チュイーンってやって、こう、チュイーンってこう、ワン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 ってやりたくなるんですけど、その、普通の手書きアニメーションみたいに、フレームバイフレームで、送り書きで一コマ一コマ書いていくと、そういう凝り方ができなくなっちゃうんですよ。はい。そうすると、結構その、気持ちよさが控えめになってくれるっていうか、そこの作為感が薄まってくれるのが個人的に楽しくてやってるんですけど、これは僕の完全な好みの押し売りなんで、聞き流してください。はい、聞き流して。はい。さらっとおっしゃったんですけど、この自作お絵描きツールで作ったやつをフーディニに入れてやったんです。入れてっていう。すみません。ありがとうございます。はい。じゃあ、はい。めっちゃ質問増えとる。じゃあ順番に行きます。積み木ルームさんから、以前講師していただいた方です。ありがとうございます。積み木ルームさん。はい。めっちゃモーション、前回タッチデザイナーでモーションやってもらったんですけど、最高なんで皆さん、フェトリを見てください。フーディングで物理ベースレンダリングをする際にどのようなレンダラをメインに使ってますか？外部のレンダラを使用することはありますか？今回はなかったんですけど。そうですね。レッドシフトです、僕は。フーディーニだと大体 GPU レンダラだとレッドシフト一択かなと思ってます。オクテインとかも一応フーディーニのプラグインはあるんですけども、そのカスタムアトリビュートをその、レンダラーに持っていくのがちょっと難しいはずだったんで、で、レッドシフトとフーディーニの親和性が多分一番高いんで、僕はメインでレッドシフトを使ってます。で、インスタグラムの方に上げているグラフィックは大体レッドシフトですね。これとかもレッドシフトです。かわいい吹きの塔。吹きの塔好きなんで。そうなんですね。はい。植物として。揚げた状態のものが好きです。調理後。調理後。けど、吹きの塔かわいいんで。はい。はい。このあたり全部レッドシフトです。はい。レッドシフトでした。はい。5。はい。では次。ちょっとすごい技術的な話ではないんですけど、聞きたい方たくさんいると思うので取り上げさせていただきます。ブログを楽しく読ませていただいて思ったのですが、バクさん、知識が豊富で学習能力がすごい人というイメージを持ってます。新しいことを学ぶときにやっていることや気をつけていること、学習のコツみたいなものはありますか？どういうふうにインプットしてるかみたいな話。僕はインプットあんましてないんで、他の方に聞いていただいた方が有益な答えが。いや、難しいですね。じゃあ逆にどういった情報は、
あんまり摂取しないようにしてるとかっていうのあります？あ、微妙を最近あんま見なくなったぐらいですね。何を？微妙。あ、美面。美面を見なくなる。なるほど。皆さん結構そうだと思うんですけど、うん。なんていうんですかね。結構、まあまあままあまあ、わかりあ、ました。はい。全然あの、旦那さんに聞いていただけると、僕よりも学習力の高い方だと思うので、はい。はい。なんか3時間、愛の手やってて、多分そういう類のお返事来るなって分かってました。ありがとうございます。次、神田さん、ケザドリックスさんから、今回のサンプルのように複数の違う形状をレイヤリングするのがうまいなと思うんですが、何かコツとかありますか？何ですか？コツ。コツは、いや、なんでしょう。こういうことですかね。うん、レイだと思う。ヤーが、みたいな。はい。とか、さっきのあ丸の後ろに黒い丸を置いて、はいはい。軸使ったみたいなやなんだろう。多分それは、多分風鈴に関係なく、普通のグラフィックっていうか、平面構成的な考え方になってくると思うんで、しっかり、一応僕も美大出身ではあるんですけども、グラフィックデザインとかしっかりやられてる方とかに伺うと、多分すごいいい言語化されたコつ。うん。ツっていうのが聞けるんじゃないかなと思うんですけど、多分それはもう神田さんはもうそんな、めっちゃそんなレベルじゃないと思うんで、すいません。僕じゃあ、に言えることはないです。神田さんに相神田さん、談して、レイヤリングのそうですね。こと聞いてもらいま、教えてもらいそうですね。ますよっていうことで、神田さお願いんにします。教えられるような立場に僕はないんで、はい。どういう質問なんでしょうか。はい。そうですね。一では、緒に。はい。ありがとうございます。はい。いや、でも、そうですよね。なんかこれをなんか圧倒的に言語化してる方とかもめっちゃいらっしゃると思うので、なんかそういう回とかやりたいなって、この質問を見て思いました。そうですね。大体言語化しすぎちゃうと、あれじゃないですか。意識高くなっちゃうから、グラフィックも。難しいですよね。それを聞きたいっていうか、それ聞くから納得できるのに、言語化すると急になんかハイレイヤーのこと言ってるように見えるみたいな。もうめっちゃ難しいと思います。ありがとうございます。じゃあ、はい。次の質問いきますね。はい。これまでどんな作品に影響を受けて、今の作風にたどり着いたのか教えてください。なんか、お気に入りの作品、影響を受けた作品、ありますか？人とか。いや、けど僕はもう、本当に、なんていうんですかね。映像やってるんですけども、映画は全然たくさん見れないタイプで、うん。いまだに、その、過去最高の好きなムービーがコンタクトなぐらい、コンタクト。え映画を掘ってない人間なんで、だから本当にミュージックビデオとかから結構初期衝動として影響を受けてる感じです。だからいまだにディレクターズレーベルって DVD で、なるみさんとかって捉えてますか？ごめんなさい、通ってないです。ディレクターズレーベル。僕なんかが言うことでもないんですけど、本当に90年の MTV とかを彩ったこう MV 監督、それこそスパイク・ジョーンズとか、ミシェル・ゴンドリーとか、映画とかも撮ってますよね。なんか、こういうタイプの人たちが撮った、いわゆるトンチっぽいビデオが未だに好きです、僕は。これって、なんかあれか、世界中のすごいミュージックビデオの監督さんの作品がなんかこう集まったみたいな。そうですね。これって普通に見れるんですか？借りれたりするんですか？僕はムサビの図書館のやつをリッピングしてるんですけど、大体ここに載ってるやつは YouTube に上がってるんで、そうなんですね。メイキングとかそれ以外は、なんで。うん。メメイキングとか見たいですね。疑似メイキングみたいなやつは多分ネットに上がってるんで。ねえ。ですって、ディレクターズレーベルにピックアップされてる監督さんの作品をめっちゃ見るってことで。多分もう、本当に超基礎的なことなんですけど、一応基礎的っていうかもう映像界隈の人にいまだにこれ好きなんですよって言ったら多分鼻で笑われるようなぐらい超ベーシックなものなんですけど、結構原体験としてもいまだになんていうんですかね、やっぱ MV ってすごい
今でこそその映画的なスタイルで撮るとか、うん、VFX 的なスタイルで撮うん、るっていうふうに、細分化してますけど、うん、やっぱ、あんまりその映像機材的に映画に追いつけなかった頃の MV って、うん、どうにかこうにかトンチで工夫しようとしてるうん、感じがすごいあるんで、うん。なんかそれが未だに自分は映像やってて、この感じ、この境地に至りたいなと思ってるんですけど、あんまりそういうスピった話をする回ではないなと思ってましたそれ聞ききます。たいんだけどっていうのあるんですけど。いや、私の話は多分どうでもいいんですけど、OK GO とかすごい好きなんですよ、ミュージックビデオ。結構いいですよね。いいですよね。なんか、何のやつか忘れたんですけど、一瞬ほんと、はい。なんだっけ、5秒ぐらいで終わる一瞬で撮った写真を3分ぐらいに伸ばして、ちょっと後で貼ります。OK はい。坊さんとか、あと最近だったトム・ヨークのアニマってはい。いうミュージックビデオがすごい大好きでした。ネットフリックスに上がってます。10分くらいの短編そうです。映画みみたいなやつたいになってるんです。はい。ですけど、実写で、なんかもう光とかに人の置き方とか構成とかすごい面白くて、はい。はい。私の話はどうでもいいんですけど、いや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 、多分、そうですよね。OK5 いいっすよね。僕、裏庭のやつが一番好きです、未だに。裏庭ってどれだっけ？裏庭で踊ってるやつ。結構ミームになって、ニコ動とかでいろいろパクられてたんですけど、あ、そうなんですか。ちょっとそこまで惚れてないかも。それこそ OK5 自体もいつかミシェル・ゴンドリンに MV 撮ってほしいっていうはい。目標のために結構自分たちでハンドメイドで作り始めてみたいな。で、一応ミシェル・ゴンドリンの弟のオリビア・ゴンドリーは OK5 の MV 撮ってるんですよね。はい。弟まではいけたんだ。弟。はい。そうなんだ。そっか。このテイストの監督に撮ってほしいから、自分たちこういう系で表現してるよっていうのを積んでってるってことなんですね。すごい。わかんない。僕はそれをインタビューで読んだんですけど、どこまで本気かわかんないんですけど。いや、でも面そうそう。白い。オリビエ・ゴンドリーもすごい僕好きなんで、なんていうんですかね。ミシェル・ゴンドリーの、なんていうんですかね、VFX、CG とか VFX 的な部分をオリビエ・ゴンドリーがやってた時期があって、うん。で、オリビエ・ゴンドリー単体の MV とかは、よりそのトンチ性っていうのが極まってる う MV とかん。がいくつかあって、そのなんか、理屈だけで撮ってんなっていう感じがすごい大好きなんで、僕は。なるほど。いいですね。ヘリクツメイキングめっちゃいい。なんか今日のやつに還元するわけじゃないんですけど、そういうトンチとかヘリクツとかトンチとか、はい。なんかそういうものを、なんか他のメディアでも、こう影響を受け続けてると、いや、これってこういう表現できるやんみたいな発想とかしやすくなりそうですね。そうですね。そ多分、こまでは、なんか、そんな気がいや、しました。いや、わかります。なんか。はい。じゃあ質はい。問いきます。3D ツールを比嘉悟さんからです。比嘉さん、怖い。はい。3D はい。ツールを使っていながらグラフィックスとしての完成度がものすごい高いと思ってます。本制作に先立ってフォトショーなどで下書き、イメージ整理をしたりしますか？スケッチしますかっていう話かな。スケッチはしないことが多い。いや、したりするんですけども、その全体のグラフィックの配置とかを下書きすることは、僕はない方です。なんていうんですかね。うん。だから、一個一個の要素、さっき言ったそのワイヤーフレームのつなぎ方とか、そういうものはスケッチでちまちま試すんですけど、はい。なんか全体の構成って多分偶発的に生まれてしまうものの方が面白かったりするんで、だか揃っら、てしまったパーツがあはい、って、配置がおのずと決まるっていう意味です。そうですね。だから乱数シードでサイコロ振ってガチャを回しまくって、いい感じの形ができちゃったなっていうのを、偶発性を積み重ねて、うん。それをいい感じの場所に配置して、で、いい感じにトリムして書き出すみたいな。だから考え方として、そのグラフィックの平面構成みたいな考え方よりは、なんか写真っていうか、写真みたいな感覚うんうん。かもしれないですね。なんで、他の方がどういう感覚でジェネラティブなグラフィック作ってるのかって僕もぜひ聞いてみうん。たいです。なんか TDSW よく時間余るとそういうお話になるんですけど、先にはい。作るものを決めてから、ジェネルとかなんか作り出すのか、それとはい。も作ったうちにいい塩梅のところが見つかるのかみたいな、結構本当に人それぞれのところ。
なんか出身による感じがすごいあります。最初からジェネの人はできたものからなんかこういいところを見つけるなんですけど、なんかこはい。う別のところから、フリーレンダー出身の方とかは割と先にスケッチしてからという人が多かったんです。ああ、そうですね。なんか最近、スカルプチャーアーティストの森田祐樹ってうん。友達がなんか言ってて面白かったんですけど、やっぱその構成そのものをこうスケッチしてしまうと、やっぱり出来上がりっていうのももうイメージを超えてくれなくなってしまうので、うん。だからむしろフーディニのそのランダム性とかプロシージャル性で試すのは全体の構成でディティールを、まあ、Z ブラシとか、あと、まあ、モードとかでマニュアル的にモデリングしていくとよく収まることが多いっておっしゃってて、うん。それすごいいいなと思って。なるほど。はい。なんかすごい、ちょっと聞いてすごい浅い意見かもしれないですけど、めっちゃベストなプロシージャルツールの使い方な気がしますね。ですよね。僕もそういうことを言いたいなと思って。いや、はい。はい。なるほど。でも、色一つにしてもそうかもしれない。ソフトウェアで用意されたものとか、その上でできるものじゃなくて、どっかからちゃんと自分で考えてとか、自分で工夫を凝らしたものを持ってきて、そのなんソフトウェアの中でベストなか、位置を探すみたいその一番、どこに偶発性を取り入れるかじゃないな。うん。ですか。だ確かに。から多分、うん。細かいディティールを偶発的に決めるのもありなんですけど、うん。やっぱ全体的なバランスとか構成とか配色を偶発的に決めてしまって、だけどディティールの部分はもうそのプロシージャル性っていうのをぶっ壊しちゃってもいいんで、マニュアル的にいい見え方に手動で調整していくのが結構うん。個人的にはハマってるんですけども、どうなんですかね、皆さんは。そうなんですね。聞いちなみてみたい。にその考え方って、このフーディニとか使う最初からそんな感じでしたか？なんか途中から変わったとかあります？めっちゃプロシージャルに全部やってたけど、途中からマニュアルになったとか。いや、多分元がその自分のバックグラウンドが、それこそそのモーショングラフィックスとかアニメーションとかコマ撮りだったりするんで、うん。だからそのフレームバイフレームとかその一個一個グラフィックをこう手動で作っていくっていうやり方にむしろ慣れちゃってる中に、こうプロシージャルっていう頭のいい概念が入ってきちゃったんで、うん。それをあんまり使いこなせずに今みたいな頭の悪い使い方をするに至ってるっていう感じです。この場合。すごいネガティブにおっしゃったんですけど、多はい。分私逆で、最初にこういう制作とかをやり始めたタッチデザイナーなんですよ。だから、一個一個そのフレームバイフレームでやるっていうことを怠ったというか気づくことさえできずにそれを使ってたので、なんか、そう、なんかそっちの人はマニュアルでやること、マニュアルの人はちょっとプロシージャルを使って偶発性を生むことみたいな、なんかこう、どっちも行き来できたらいい作品できるなって思いそうました。ですね。多分、結構マニュアル的なやり方が多いジャンルだったら、そこにちょっとプロシージャル性を入れるだけで、だいぶうん、見違えるように、うん、これはあんまり見たことないぞってなるだろうし、うん、逆にその、プロシージャルであることが当たり前なジャンル、そのインタラクティうん、ブアートとか、その、なんだろう、で、ジェネラティブアートみたいな分野の中で、しれっとそういうマニュアル的な操作、うん。例えばさっきの、伝わるとそうですよね。はい、を取り入れてやると、あれ、これはあんまり見たことないぞってなりやすいって意味で、うん、両方もう少し横断すりゃ楽しいのになって思うときは、うん。個人的にすごいあります。そうなんかそのソフトウェアの呪いにかかってた感じ、軽く呪いにかかってた感じが多分すごいいや、あります。僕もかかりがちなんで、ですよね。ありがとうございます。めっちゃいい回です。ありがとうございます。すみません。今のは、静止画のお話だった、静止画の中の構成の話だったんですけど、ちょっと次の質問が、ミュージックビデオなどそれなりの尺、時間的な、こう、尺がある場合の展開などはある程度決めてからやってますかっていう。もうめちゃめちゃ決めてやりがちです。そうですね。結構、その、なんていうんですかね、その MV とか3分半って短い時間ではあるんですけども、うん。なんかかっちょいいグラフィックの連続っていうモンタージュ的な見え方にあまりしたくないっていうのが毎回自分の中であっうん。て、なんかそんな、なんていうんですかね、どこを切り取ってもまあかっこいいけども、全体として意味性がない MV って別に自負で見りゃいいじゃんっていう風な気持ちになりがちなんで、うん。だから自分の場合結構その
なんていうんですかね、全体としてその展開に何か一個、なんていうんですかね、必然性のある展開っていうのをがっつり用意してやって、それを冒頭から順番にやっていくっていう作り方をすることが多いんですけど、いい加減そのやり方も飽きてきたんで、うん。1個のパッチだけで3分間ジェネるみたいなのも逆にやってみたいです。え、けど、言葉は悪いけど、はい、そんな一個のパッチで飽きさせない工夫って、例えばどういうことがありますか？いや、もう飽きていいんじゃないですか。飽きるけどやる。飽きるけど、もう大体作り方としてそれが自分の中でパターンになっちゃってるんで、もうモンタージュ的な、もう飽きる MV を作らないとって思うんですけども。なるほど。はい。こんな TDSW ってもう少し技術的な話しなくていいですか？いや、はい、大丈夫です。大丈夫ですか？じゃあ、TDSW からの質問していいですか？はい。原田さん、別に怖い話じゃないです。はい。私と原田さんが気になってるというか、聞はい。きたいなって思ってることで、はい。クリスプっていうか、自分でツール作られてるじゃないですか。で、一方で、こうやってフーディニとかっていう、もう別で作られてるソフトも使われてて、なんか自分でそのソフトウェア作ったから、ツール作ったから気づいたこととか、逆に作ったからフーディニの使い方とか、他のソフトウェアの使い方変わったかとか、その自分でツールを作ったことによるなんか気づきとか、なんかあったら教えてほしいなって思います。けど、多分、順番としては多分、主従が逆で、うん。多分その、普通のツールを使って、いろんなことに気づいてしまったから多分ツールを作らざるを得ないっていう感じかもしれないあ、です。なるほど。だからツールうん。を作ったことで、その普段使っている規制ツールの使い方に新しい用法を見出すっていうのはあんまりなくて、むしはいはい。ろあるとしたら、散々僕は結構アドビとか嫌いなんですけど、そういうの、あとはしますね、後で。そう、はい。はい。結構いろんなツールをディスっておきつつも、自うん。分の思うそのプロシージャル性っていうのをツールに実装する。こんなに難しいんだなっていううん。反省の気持ちしか湧かないです。いや、でもそれそりゃ、すごい、いや、なんて言っていいかわかんないですけど、なんかそうですよね。この絵使いにくいとか、これこうしたらいいじゃんって思うことっても実際自分で手動かしてやってみたらこんなに難しいんだって、こんなに整合性取れないんだみたいな。はい。いや、そういう体験めっちゃ大事ですよね。え、少し、うん。まあ、それでも僕はちゃんと Adobe はみんなでディスっていかないといけないと思ってるんですけど、その、なるほど。公共の福祉のために。お客さん福祉。なんで、確かに。はい。うん。けど、自ツール、分で作ってて難しかったのって何ですか？なんか難しかったポイントっていうか、一番難しかったところって何ですか？大変だったところ。けどこれ、フーディニとかでもありがちだと思うんですけど、要はなんか後から汎用的に使い回せるようなセットを作るときに、そのうん。機能をどこまで抽象化するかっていうところに歯止めが効かなくなっちゃうんですよね。こっちがどこまで用意するかのてっぺんが見えないみたいそう、なんかその機能を一応なんか、こう、例えばさっきのその角を丸めるアセットで言うと、な。うん。その角を丸めること以外にも使えるようにしたらいいんじゃないか。角に対する何がしの処理をする一般性の高いアセットを作った方がいいんじゃないかと思ったりもするんですよね。あ、そのなるほど。角を丸、丸めるじゃなくて、角にアプローチできるようなアセットにはい、する。角を削ぐとか、角を高速道路のジャンクションみたいなループでつないでやるとか、なんかうん。そういう抽象性の高い機能を実装しようと思えば思うほど、そのアセットを作ることそのものの時間がめちゃめちゃかかるようになっちゃって、結局そういうアセットを使うことの意義って何かっていうと、その使い回すことで反復を減らして、作業時間を短縮するとか試行錯誤をしやすくすることじゃないですか。うん。そもそもそのアセットを作るための時間に対して、そのアセットを作ったことで省略できたその手間とかっていうのがこう釣り合うかどうかっていうと、もうだんだんそのアセットの機能の抽象度を高めれば高めるほど釣り合わなくなってくるっていうか、うん。だけどもう、なんていうんですかね、半分これはもう、なんていうんですかね、精神的な健康のためにやってるっていうところがあって、うん。
だけど、まあ、釣り合うか釣り合わないかっていうと、もうアセットを作るよりも2、3回こうコピペして使い回して、都度、その、パラメータをこうコピペしまくる方が早いんだけども、そこはなんとなくこうアセットとしてツール化してやんないと、精神的になんか健康になれないっていう。確かに聞いてるバランスめっちゃむずいです。なんて言うんだろう。なんかその汎用性を例えば過度に与えるってなった時に、与えた上で、なんかそのユーザーコミュニティっていうとちょっと限定しすぎるかもしれないですけど、ちゃんとオープンフレームワークスみたいに、なんかアドオンはちゃんと取得されていくような環境があるとか、結構側が必要な気がする。側とのバランスみたいな。そうですよね。だから多分自分一人でそのアセットを使うんだとしたら、あんまりそのアセット化するメリットってないことが多いと思うんですよ。いや、ない気がします。だけど、それをこう、みんなが自分の使ったアセットを使い回せる状態にしとくと、どんだけそのアセットを作ること、それ自体にめちゃめちゃ手間がかかったとしても、そのアセットを二次利用してくれるみんなの、こう、手間賃、その省ける手間賃で、なんとかペイできるようになってくれるっていう。だから、フリーに関してはなかなかそのオープンフレームワークスでいう OFX アドオンズみたいな場っていうのがなかったりするんで、一応あるっちゃあるけど、ほぼないに等しいんで。めっちゃそうですよね。いや、OF すごいですね。なんかタッチデザイナーもあるんですけど、ちょっと国が限定されてたりとか、個人がブログで出しちゃってて、散在しちゃってるとかっていう感じで、なんかどっか一個、こう局所的なアクセスポイントみたいなものがあんまないなっていうのがあるから。そうなんですか。いや、ごめんなさい。私が見つけてない。でも私が見つけてないっていうことはもしかしてそんなに目立ってないんじゃないかっていうのがちょっと仮説であるんですけど。そうだと思います。ここイケアみたいな。いや、ですよね。なんか悩んでもしょうがないですけど。いや、でもそうだと思う。自分で自由度高くこだわりたいところとか汎用化させたいけど、自分に閉じちゃったら意味ないというか、精神的にあれだし、みたいな、すごい、作んなきゃわかんないだろうなっていうのをめっちゃ。単に健康のためにアセットがしてるに過ぎないことになっちゃうので、効率で言うとアセット化する意味がないっていう。超わかります。ここにこだわりたいかっていうもなんか性格の問題な気がしてきた。なんかアセットすごい作るのが好きな人もいて、作るのはめんどいけど、それ使ってアウトプットいっぱい出すのが好きな人がいて、で、なんかアウトプット出す人の方がちょっと目立ちがちなちょっとあるから、すごいなんか、あんまりどうでもいい話かもしれないんですけど、ちゃんとその作った人、ツールを、アウトプットの形として出してなくても、作った人がなんかこう、フューチャリングされるようなっていうのをちょっとやりたいなってずっと常々実は思ってます。わかります。難しい。それをこう、表現できないんですよ。やっぱ視覚ってすごいわかりやすいから、むずいですね。最近、アフターエフェクツにシェーダー問いのコードを移植してエフェクトとして使えるプラグインを作ってる方がいるんですけど、なんかそういう、アフターエフェクツでエフェクトを作るためのエフェクトを作ってるっていう人ってなかなか伝わりづらいんですよね。すごい。伝わりづらい。ですよね。多分、なるみさんとかだったら、すげえって一発で思うと思うんですけど、そういう方って、なかなか Adobe Creative Residency Fund はもらいづらいみたいな現実ってあるじゃないですか。どうしたらいいんですかね。なんか別に評価したいとか、なんかこう、レジェンド化したいとか、そういう話じゃなくて、業界に一貢献してる同じ人たちだよねっていうので、なんかね、正当に見てほしいなっての伝え方ですよね。これ私の課題なんですよ、本当に。めっちゃ難しい。伝え方。なんか、すみません、ちょっと話が全然喋ってない。はい。そのぐらいですかね。はい、ありがとうございます。めっちゃ聞けました。他に質問ありますか？大丈夫そうですか？なければちょうどいい感じなので、終わろうかなと思います。
いや、ちょっと第3弾めっちゃ喋りすぎて喉カラカラだと思うので、もうあとは聞いてていただければ大丈夫です。ありがとうございました。